こんばんは。皆さんが今お使いのスマートフォンやパソコン、あるいは街を走る最新の電気自動車、私たちの現代生活を支えるテクノロジーのその心臓部にはですね、実はほとんどその名を知られていない、しかし決して欠かすことのできない、そんな存在がいます。今回はそんな遠視の中の力持ち、いやもはや隠れた巨人と呼ぶにふさわしい日本の企業、株式会社ディスコの物語をご一緒にゆっくりと紐解いていきたいと思います。さて、未来の社会を動かすと言われている AI や電気自動車。その頭脳であり心臓部でもあるのが半導体チップですよね。そしてそのチップというのは、このスライドにあるようなシリコンでできた鏡のようにピカピカの円盤ウェーハーから切り出されて作られます。でもここで少しだけ想像してみてほしいんです。このウェーハー、実は紙よりもずっと薄くて非常に脆い素材なんですよ。この繊細な円盤を割ったりかけさせたりせずに、どうすれば爪の先ほどの小さなチップに何百何千と正確に切り分けることができるんでしょうか。これ一体どうやってるんだろうって思いませんか？その一見すると不可能に思えるとても難しい問いに対する答え。それこそが今回ご紹介する日本の企業ディスコが持つ技術なんです。半導体を切り分けるというこの極めて重要な工程において、ディスコの技術は世界中の半導体メーカーが当たり前に使う、いわば世界標準、デファクトスタンダードになっているんですね。この分野のルールそのものを作っている会社と言ってもいいかもしれません。半導体作りはよくリレーに例えられたりします。まず、ウェーハーの上に電子回路という複雑な設計図を描き込むのが全工程。ここではオランダの ASML という企業が圧倒的な力を持っています。そしてその設計図が描かれたウェーファーを一つ一つのチップとして正確に切り離して製品に仕上げていくのが高工程です。このバトンを受け取る高工程の領域で絶対的な王者として君臨しているのがディスコというわけなんです。では一体なぜ彼らはそこまでの地位を築くことができたんでしょうか。その秘密は驚くほどシンプルな哲学にありました。ディスコという会社の強さ、その真髄はですね、彼らが創業以来ずーっと頑事に守り続けてきたある核となる哲学で全て理解することができるんです。それは事業をどんどん広げることでも複雑な戦略を立てることでもありません。むしろ驚くほど原始的とも言えるたった3つのシンプルなアクションに全てが集約されているんです。それがこの3つの言葉です。切る、削る、そして磨く。日本語の頭文字を取って社内では KKM と呼ばれているそうなんですね。多くの会社って時代の流れとともに新しい事業に手を広げて多角化していくのが一般的ですよね。でもディスコはそうした道を選びませんでした。彼らはただひたすらにこの切る、削る、磨くという物理的な現象をもうこれ以上はないという極限まで突き詰めることだけに会社のすべてのリソースを集中させてきたんです。なんだか職人の世界みたいですよね。この愚直とも言える一点集中こそが他の会社には真似のできない絶対的な技術力を生み出す源泉になっているんです。では、なぜ彼らはこれほどまでに一つの技術に特化することができたのか、そしてなぜそれが可能だったんでしょうか。その答えは会社の歴史を紐解いていくと見えてきます。そこにはですね、ある一つの大きな壁にぶつかったことから、自らの運命を大きく変え、ビジネスそのものを再発明するに至った劇的な物語があったんです。ディスコの始まりは1937年。もともとは工業用の砥石、つまり物を硬く、そして滑らかに削るための石を作る町工場のような会社でした。転機が訪れたのは1968年のことです。彼らは研究の末、厚さがわずか40ミクロン、髪の毛の太さの半分以下という驚異的に薄い刃の開発に成功します。これは画期的な発明でした。ただ一つ大きな問題があったんです。この刃はあまりにも繊細で、あまりにも先進的すぎて、その性能を最大限に引き出せるほど精密な機械が当時の世界中どこを探しても存在しなかったんですね。普通ならここで諦めてしまうかもしれません。でも彼らの決断は違いました。最高の刃の性能を発揮できる機械がないのなら、自分たちでその最高の機械を作ってしまえばいいじゃないか。この発想の転換がディスコの未来を決定づけることになったんです。
そしてその自分たちで作った機械と歯の技術力がどれほど卓越したものだったか、それを象徴するのがこの有名なエピソードです。1974年、なんとNASA から東京大学を経由してディスコに一本の依頼が舞い込みます。その内容はアポロ計画で人類が持ち帰った貴重な月の石を切断してほしいというものでした。地球上のどんな石よりも硬いかもしれない。そして何より失敗は絶対に許されない。このとてつもないプレッシャーのかかるプロジェクトをディスコは見事に成功させます。この出来事をきっかけに日本の小さな砥石メーカーの技術が世界トップレベルにあることが証明されたわけですね。さて、この最高のハマを作るために最高の機械も自分たちで作るという歴史的な決断。これが結果的に今では他のどんな競合他社も真似することができない非常に強力で巧みなビジネスモデルを築き上げることにつながりました。これ皆さんもよくご存知のある日用品のビジネスモデルととてもよく似ているんですよ。それがこのカミソリ本体と替え刃のモデルです。まず、ディスコは非常に利益率の高い精密な切断装置や検索装置を半導体メーカーに販売します。これがカミソリ本体にあたりますね。そしてここからが巧みなんですが、一度その装置を導入すると、その性能を 100% 安全に引き出すためには、ディスコが製造する専用の消耗品、つまりダイヤモンドが埋め込まれた特殊な替え刃を継続的に購入し続ける必要があるんです。まさに本体を買ったら、そのメーカーの替え刃を使い続けるしかない、カミソリの仕組みと同じですよね。そのビジネスモデルがもたらした結果が、この圧倒的な数字に現れています。ディスコは半導体を切るダイシングと削るグラインディングという分野の装置市場で世界の7割から8割のシェアを握っています。これはもはや競争というレベルではなく、事実上の独占状態と言っていいでしょう。つまり、世界中のほとんどのスマートフォンやコンピューターに入っている半導体は、どこかの工程でディスコの機械によって切られ、削られているということなんです。ここで最も重要なポイントは、一度ディスコの装置を導入したお客さん、つまり半導体メーカーは、たとえ他社が少し安い消耗品を販売したとしても、簡単には乗り換えられないということなんです。なぜなら考えてみてください。1枚で何百万円何千万円もする高価なウェーファーを加工する生産がいいんです。そこで品質の保証されていない安価なブレードを使った結果、もし不良品が少しでも増えてしまったら、その損失は計り知りませんよね。この乗り換えることのリスクが非常に高いために、顧客は安心して使い続けられるディスコの製品を選び続けることになる。これが彼らの揺るぎない強さの秘密なんですね。さて、ここまでディスコの哲学と歴史、そして強さの秘密を見てきました。では、その卓越した専門技術が現代、そしてこれからの未来を形作る大きなテクノロジーの流れとどのように結びついているのでしょうか。そのつながりを少し見ていきたいと思います。ここが非常に興味深いところなんですけど、彼らが何十年も磨き上げてきた切る、削る、磨くという一見地味な技術が今まさに花開いている最先端のテクノロジーと直接的に結びついている点なんです。例えば削る技術。これは生成 AI の性能を飛躍的に向上させるために何層ものメモリを重ねて作る HBM という半導体を極限まで薄くするために不可欠です。次に切る技術。電気自動車の電力効率を上げるために使われる SiC という新しい半導体はダイヤモンドの次に硬いと言われるほど加工が難しい素材です。これを正確に切断できるのがディスコの技術なんですね。そして磨く技術。これは性能の違うチップを一つにまとめてより高性能な半導体を作る先端パッケージという分野でチップの表面を鏡のように完璧に仕上げるために欠かせない技術となっています。そしてこうした最先端の分野で彼らの技術がどれほど求められ高い価値を持っているか。その動かぬ証拠がこの数字です。営業利益率およそ 40%。これがどれほど驚異的な数字かというと、例えば日本の製造業の平均的な利益率は 5% 前後と言われています。IT 企業やソフトウェア企業ならまだしも、巨大な工場や設備が必要なものづくりの会社でこの数字を叩き出すことはほとんどありません。これは彼らの製品が他に替えが利かない圧倒的な付加価値を持っていることを何よりも雄弁に物語っています。
私たちが生きるこの世界の未来のテクノロジーは、決してソフトウェアのコードだけで作られているわけではありません。その土台にはディスコが追求し続けるような、切る、削る、磨くという物理的な世界の完璧さがあります。私たちの目には見えない1ミクロン、つまり1000分の1ミリという単位で、静かにしかし確実に世界を形作っている隠れた巨人たち。ディスコのような存在を知ると、普段何気なく使っているテクノロジーの向こう側に壮大な職人たちの物語があることに気づかされますね。皆さんの身の回りには他にどんな隠れた巨人がいるでしょうか。少し思いを馳せてみるのも面白いかもしれません。今回はここまでとさせていただきます。また次回お会いしましょう。